はい、皆さんこんにちは、石野佳穂です。今回のテーマは書道の基本点覚についてお話ししていきたいというふうに思います。書道の楷書の基本点覚を教えてくださいみたいな、もう一から学びたいっていう方が多いってことだと思うんですけど、私その書道の基本点覚を今日書きながら解説していこうかなっていうふうに考えたんですね。で、実際に昨日丸1日9時間使って基本点覚の動画撮りました。なんですけど、結局それ公開しないことにしたんですよ。で、なんで公開しないことにしたかっていうと、書道の基本点覚、それも楷書の基本点覚って一通りじゃないんですよね。どの古典をベースに楷書を書くかによって基本点覚って何種類もあったりするんですよ。同じ位置の引き方でも筆法が全然違うんです。例えば九星球冷泉面風に1を書く、この横線の練習をするっていうのと、眼頭章教助風にこう1の練習するっていうのじゃ全然筆法変わってきたりとかするんで、一概にこれが書道の基本点覚ですって言ってバーンって動画を配信するっていうことはできないなっていうふうに思ったんですよ。で、特にこの書道学校って言ってる以上、この YouTube チャンネルが佳穂先生の書道学校である以上は、そういう断定した動画は配信しちゃいけないなっていうふうに感じたんですよね。なのでもうその動画はお蔵入りになったわけですけど、でもやっぱり基本点覚ってめっちゃ大事じゃないですか。で、みんなも知りたいですよね。で、横線の引き方、縦線の引き方、そして転接、左払い、右払いとかって一個一個マスターしていくからこそ、その美しい字が書けるようになる美しい楷書体に結びついていくわけじゃないですか。なのでとっても大切な部分ではあるので、今日はその楷書の基本線や基本点覚を学んでいく上で皆さんに役に立つ情報を配信するっていうことで内容を急遽変更します。で、今日皆さんにお伝えする内容なんですけど、大きく3つのテーマに分けて解説していきたいというふうに思います。で、まず1つ目、楷書の特徴についてお話しさせていただきます。で、皆さん普段楷書に慣れ親しんでいるので、あんまり楷書の特徴って意識する機会ないと思うんですよね。なので今回改めて特徴をお伝えすることによって、あ、そっか、楷書ってそうだったよなっていう風に認識していただいて、こう楷書体を学ぶ上でよりそれを意識しながら学んでいったりとか、学習の質が向上すると思いますので、そちらをまず押さえていきたいなというふうに思っています。それから2つ目、楷書体の基本を学ぶ上でおすすめの古典というのをご紹介させていただきたいと思っています。で、特に初心者におすすめの古典たくさんある中で私が厳選してみたので、そちらをお伝えします。それから3つ目はその古典をおすすめする理由ですね。私がその古典をおすすめするのにはやっぱいくつかのメリットがあって、この古典をやることによってこういった基本線が身につきますとかっていうことがあるので、それを解説させていただきたいなというふうに思います。で、このチャンネルではこういった書道の基本的な知識だったり書道の学び方ですね、そういったことをお伝えしていきたいなというふうに思ってますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは実際に解説の方に移ります。楷書体の特徴についてお伝えしていきたいと思います。まず特徴を押さえていただくことによって、これから実際に書いていく上でいろんなポイントに気をつけながら書くことができるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。まずこちらをご覧ください。年という字の楷書と行書を書いてみました。皆さん、楷書体と行書体の違いが分かりますか？どっちが楷書だか言えますかね？大体の方お分かりですかね。こちらが楷書体になります。で、楷書体のこの特徴っていうのを今日は3つ押さえていきたいんですが、皆さん思いつく限り言ってみてください。言えますか？今パッと3つ楷書の特徴を言いましょうって言われても、なんか楷書体っていつも書いている字だし当たり前すぎて、特徴って言われてもあんまりすぐ言える方って少ないんじゃないかなって思うんですよね。なので今日は改めてその楷書の特徴を認識していただきたいんです。じゃあ順番にお伝えしていきます。まず1つ目です。横角、この横角の角度に注目してください。楷書体と行書体を比較すると、これは行書体にも同じことが言えますが、横角は全部右上がりになっているのに気がつくと思います。水平ではないですよね。これが隷書体だったり篆書体だと横角が水平になってたりするので、一応この横角を右上がりに書くっていうのも楷書体の特徴となります。実際にどれぐらい右上がりで書いたら良いのかというのをお見せしたいと思います。例えば行書体がだんだんこのように右上がりを強くしていったりするのに対して、これだとこうだんだん右上がりを強くしていってますね。それに対して楷書体はどういう変化をするかというと、
がりの角度がほぼ一定であるってことも言えると思うんですね。行書体は変化に富んでいるので右上がりの角度がその都度変わったりするんですよ。むしろ角度が変わるように気をつけながら書いてったりとかするんですよね。なんですけど楷書体の場合はだいたいこの右上がり6度ぐらいをキープしていくみたいな。中には直線的なものがあったり湾曲しているものがあったり、そういった変化はあるんですけど、右上がりの角度っていうのは大体一緒なんですよ。なので横角はほぼ平行だということが言えるんですね。右上がりで平行である、これがまず一つ目の特徴かなというふうに思います。それから2つ目の特徴、皆さん分かりましたか？ヒント言います。12345 5画目から6画目にかけてを見てください。ここまでヒントあれば皆さん答え言えましたね。じゃあ実際にまず行書から書いていきますね。行書の場合どうなるか。5画目から6画目いくときに紙面から筆が離れてないんです。そのまま6画目の縦画へ行きました。紙面から筆離してなくいったってことは点画を連続させることがあるのが行書体ですよね。ってことは楷書体は点画の連続がないっていう特徴があるんですよ。もうそんなの当たり前じゃんみたいな感じで思いますよね。でも他の書体と比べると全然当たり前のことじゃないんですよ。この起筆、その線の始まりと送筆ですね、筆を送っているところ、それから収筆、筆をこう止めるところ、これがちゃんと明確に現れてるっていうのが楷書体の特徴なんですよ。で、収筆の後はきちんとこう紙面から筆を離すとか、そういった当たり前のことが楷書体の特徴なんです。こんな感じですかね。そして最後、もうこれも当たり前すぎてみんなすっかり忘れてることだと思うんですけど、これ言い当てられたらもうほんと天才です。3画目当たり前すぎてみんな言えないと思うんですよ答え言います。筆順がある、これ楷書体のめっちゃ特徴の一つなんですよ。どういうことかっていうと、行書体とかって筆順何パターンかあったりするんですよね。皆さんが小学校で筆順習うように楷書体には筆順が1パターンであることがほとんどなんですね。じゃあ分かりやすいように和っていう字を使って解説したいと思います。和っていう字は1パターンしか書き順ないですよね、楷書体の時には。乃木編はもちろんこれが1画目で2画目がこれで、そして3画目が縦画で4、5、6画、7画、もう当たり前すぎてもう書くまでもないんですけど、じゃあこれが行書体だとどうなるかちょっとやってみましょうか。行書体だと1画、2画、3画、4画、5画、6画、こんな感じで2画減りました。で、ここの点がまずなくなったんですよね。この中にもう隠れちゃって1つになりました。そして口もここの2画で書いてたところがもう1画にまとまりましたっていう感じで、点画を省略する部分が出てくるんですね。この点は省略されたってもうなくなったって思ってもいいぐらいなんですけど、そういう感じで乃木編が変化しました。じゃあ草書体はどうなりますかね。草書体の場合は乃木編が次びっくりしませんでした？今縦画から言ったんですよ。これが草書の当たり前の書き順です。行草は書き順が変化する時があるんですけど、楷書体が書き順変化するってありえないじゃないですか。そんな感じで楷書には書き順がもう1パターン決まっているものがあるっていうことですね。今は和っていう字で解説したので、普通に理解できたと思うんですけど、次は例外パターンも一つだけちょっとご紹介させていただきます。無っていう字を使って解説します。今から書く無のそのややこしいところが楷書体なのに形によって筆順が変わっていくっていうことなんですよ。小学生とかがよく書く無の書き方をやってみたいと思います。で、3画目ちょっと長く書くみたいな。3画目を長く書いて、で次縦線ですよね。そして横画、それから点を打っていきます。
じでちょっと四角っぽい感じで書くのが小学生がよく書く無だと思います。で今のような書き順をしていくんですけど、じゃあ私たちどう書くかっていうと、これは完全に私の場合は中国古典をベースとしているんですけど、中国の古典を引くと多分この無しか出てこないんじゃないかなと思うんですよ。こっちの無ってあんまり見たことないです。2画目が短いんですよ。このぐらいで十分です。そして3画目を長く書く。思い切って長くします。こんな感じでのびのびと書くんですよね。そして最後に縦線を入れていきます。無ってこういう書き順もあるんかいって思った人が多いかもしれないですね。なんですけど多分プロの書家の多くはこっちで多分筆順書いてると思うんですよね。というのも、楷書体はこっちを長くするのかこっちを長くするのかによってこれ書き順が変わる字でもあるんですよ。真ん中を長くした時はこうやって小学校の時に習ったような筆順で書けばいいんですよ。それが筆脈の上では書きやすいからそうなんですけど、横線書いてこう縦線パーッと入れてって、これと自然につながるこの短い横隔を入れて、それから最後に点を打つっていうのが筆脈的にもちょうどいい都合がいいじゃないですか。でもこっちの場合ってその書き順でやったらどうなるかっていうと、縦縦縦縦なって長い線引こうと思ったら、ここの縦線の収出からこの横線の起筆まであまりにも距離が遠くて無理があるんですよね。なのでこの3本目を長くするっていう場合には筆順が変わるんです。123の後で縦線入れてあげれば、この収出からこの起筆までだったら全然普通に無理がなく気脈通りにいっていい字になるじゃないですか。なのでそういった面を考慮してこう長くしたい場所によって筆順を変えるっていう場合も楷書体でもあり得るっていうことを皆さんに一応覚えておいてほしいかなというふうに思います。これはあくまで例外パターンとしてご紹介しただけなので、こういったのも稀に存在するっていうことを覚えておくだけで十分です。今、楷書の特徴を3つご紹介しましたがおさらいしていきましょう。まず1つ目、横角横角の角度がやや右上がりで、しかもそれが平行に近いっていうことが1つ目の特徴でしたね。それから2つ目、点画が連続しないっていうこと。行書みたいにこうつなげて書くみたいなのがなくって、一画一画ちゃんと離して書くっていうのが特徴でしたね。それから3つ目、今言ったように筆順が1パターンであることが多くって、筆順はもう決まっています。で中には例外のもあるのでそこは気をつけましょうというお話をさせていただきました。でこういったのを踏まえてこれから古典のご紹介に移っていきたいと思います。それでは2つ目のテーマですね。私がおすすめする古典のご紹介になります。楷書体の基本線を学んでいく上でどの古典を選ぶかっていうのはとても重要なんですね。で初心者の方がいきなり難しい古典に挑戦すると、最初に学んだものってずっと生涯引きずるんですよ。本当に一番初めの習い始めに習う古典ってめっちゃ大事で、その後の自分の字決めるって言っても全然大げさじゃないと思うんですよね。なので最初は皆さんに素直な古典を学んでほしいんですよ。素直で誰が見ても美しいなっていう風に整っているなって感じる古典をぜひ皆さんにも学んでほしいと思っています。でそこでおすすめしたい古典ご用意させていただきましたので順番に解説していきたいと思います。まず1つ目です。こちら虞世南の孔子平等碑ですね。これまでの動画でもご紹介したことのある古典なんですけど、虞世南の孔子平等碑は温かみがあって丸みのある線が特徴です。普段から温かみのある字を書きたいなとか、あとは穏やかな字を書きたいな、女性らしい字を書きたいなって感じてる方にはとてもおすすめの古典なんですね。でもちろん皆さんが求めている基本線もしっかり学べます。特に横角縦角なんかの基本線を見てみても本当に癖がなくて美しいんですよね。で起筆の角度は40度ぐらいで始まって収筆は45度で終わるみたいな、まさに楷書の基本線と言ってもいいかなっていうぐらい代表作だなというふうに思います。でそれから2つ目におすすめしたい古典が応用順の九星球霊泉銘ですね。この古典は孔子平等碑とよく比較されている古典なんですけど、孔子平等碑がふっくらしていたのに対して九星球はすっきりしています。直線的で
かっちりとした印象ですね。でこれもとっても洗練されていてかっこいいですよね。そして何よりも都会的で美しい。で私はこの古典をとっても大切にしているんで、普段から旧世紀風に書くことは多いです。で旧世紀風に書きたい時っていうのは結構正式な場面で旧世紀風の字を書くことが多いんですよ。例えば尊敬してる相手に対してお祝いって書くとかそういう時に旧世紀風に書いたりするとめっちゃ誠意が伝わるみたいなところがあったりするので、何かお礼とかって書く時とかは旧世紀風に書いたりするんですよね。でさっき一つ目でおすすめした孔子廟堂碑とかはああいうのは友達の結婚式とか、あとは出産祝いとか渡す時とかは孔子廟堂碑風に書いたりするんですよ。ああいう温かみのある字だと気持ちが伝わるじゃないですかっていうような感じで、結構礼儀正しく生きたい時と温かみ出したい時みたいな感じで結構使い分けています。なので皆さんもぜひこの2つの古典はやってみてほしいなと本当に思います。はい、それでは3つ目、私がその古典をおすすめする理由です。で皆さん基本点覚を学びたいんですよね。でなので基本点覚が明確に分かるっていうのがもう大前提だなと思って、この2つの古典はかなり見やすいです。その起筆、送筆、収筆、この1本の線の中でその筆使いがはっきり明確に見えるんですよね。でこの2つの古典はテキスト、本もたくさん出ています。本屋さんに行けばいっぱい旧世紀の本、孔子廟堂碑の本って売ってるんですよ。で初心者向けの本もたくさん置いてあるのがこの2つなので、ぜひ皆さんもし興味持ってたらこの本買ってみてください。で中にはすんごく親切に書き順みたいな、あと筆使いとかも丁寧に解説しているのもあったりするんで、ぜひ本屋さんに行ってみてほしいなというふうに思います。あとは久しぶりに大人になって筆を持つっていう方も結構多いと思うんですよ。なのでそういった方にとって学びやすいっていうのがこの孔子廟堂碑と旧世紀なんですよね。で祐天寺と風っていう字調べてみたのでこちらご覧いただきますと、小学校の時に習ったような、例えば横線の隙間は等間隔にしましょうだとか、あとは起筆からこの送筆までこうしっかり力を抜くことなく進めましょうとか、そういったお習字の基本だったことがそのまま応用できるのがこの古典なんですよね。なので大人になって久しぶりに筆を持ってみるっていう方でもすんなりこう入ってくるというか、違和感なく学習できるのがこの2つの古典です。それと文字の伸びやかさにも注目していただきたいと思います。例えば風のこの外羽の上の余白だったりとか、あとは夕の月の左右の余白なんかがしっかり取られていますよね。で書道においてはこの余白っていうのが超ポイントなんですよ。余白の美とも言われるぐらいで、余白の取り方をマスターすることによって字が美しく見えてきたりするので、この余白っていうところに重点を置くとこの2つの古典がいいなというふうに感じました。ですので皆さんもこの古典をベースに学んでいっていただければ、これから書道の楷書体を学習していく上では基礎、皆さんのベースになってくる大事な土台になる部分ですので、土台作りとしてこの孔子廟堂碑旧世紀をぜひやってみてください。はい、それでは今日のおさらいをしていきましょう。まず1つ目、楷書の特徴についてお話しさせていただきましたね。楷書体は右上がりなのが特徴で、点画の省略がありません。筆順も明確ですというお話をさせていただきました。それから2つ目、楷書体の基本線を学ぶ上でおすすめの古典をご紹介しました。孔子廟堂碑と旧世紀がおすすめです。それからその特徴も軽くお伝えさせていただいて、それがなんでおすすめなのかっていう理由も今お伝えしましたよね。なので皆さんはこういったことを参考にぜひ独学だったり、あとお教室に通いながらでも、学習の幅を広げていっていただけると嬉しいです。で今回ご紹介したのはあくまで私のおすすめの古典なので、皆さんはもし興味があればもっと幅広げていただいていろんな古典に挑戦してみたりとかしてほしいんですよ。でいろいろ知ることによっていろんなその古典の特徴に気づいたりとか、あとは自分がこの古典が好きなんだなとか、自分にはこの古典が向いているなっていうこともだんだん分かり始めたりするんで、ぜひいろんな古典に挑戦してみてほしいなというふうに思います。というわけでまた次回の動画も楽しみにしていてください。さようなら。